皆さん、こんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。あきらさん、最近の週末はどう過ごしていますか？先週末は少し電車に乗って自然の多い郊外まで行ってきました。いいですね。毎日都会のビルばかり見ていると自然が恋しくなりますよね。そうなんですよ。静かな場所でコーヒーを飲んですごくリフレッシュできました。それを聞いて今日のテーマにぴったりだなって思いました。お、今日のテーマは何ですか？ズバリ、都会と田舎、住むならどっちが正解です。なるほど、究極の選択ですね。これはいろいろな意見が出そうです。そうなんです。リスナーの皆さんも将来日本に住むならどっちがいいか迷うことがあると思うんですよね。確かに、便利な都会か自然豊かな田舎か。今日はガチで話し合ってみましょはい。私たち自身の経験も踏まえて、それぞれのいいところ、悪いところを整理していきたいと思います。う。それでは早速始めていきましょまずは都会の良さについて考えてみましょうか。ゆいさんは基本的に都会派ですか？そうですね。私はやっぱり生活の便利さを一番に考えちゃいます。便利さというと、やっぱり買い物や交通の面ですか？はい。歩いて行ける距離にコンビニやスーパーがあるのは本当に助かります。確かに、夜遅くにあれがないって気づいてもすぐ買いに行けますからね。そうそう。それに車がなくても生活できるのはとても大きいです。電車やバスが数分おきに来るのは都会の最大のメリットかもしれませんね。ええ。休日はおしゃれなカフェに行ったり、新しいレストランを開拓したりするのも好きなんです。なるほど。都会は常に新しいイベントやお店があって刺激が多いですよね。あきらさんも都会のそういうところは好きじゃないですか？もちろん好きですよ。友達と集まる時も都会の方がアクセスが良くて便利ですしね。そうなんですよね。仕事や遊び、何をするにも選択肢が多いのが都会の魅力だと思います。何か新しいことを始めたい時、例えば語学の勉強とか趣味の習い事も教室がたくさんありますからね。うんうん。生活のスピードが速い分、いろいろな経験がしやすい環境だと言えますね。でも便利で刺激がある一方で、都会ならではの疲れみたいなものもありませんか？それは痛いほどわかります。一番はやっぱり人の多さですよね。そうですね。どこに行っても人が多くて、休日はカフェに入るだけでも一苦労です。毎朝の満員電車なんて本当にストレスの塊ですよ。ぎゅうぎゅうの電車に乗っているだけで仕事の前に体力が削られますよね。それに都会は家賃が高いのも大きなマイナスポイントだと思います。お金の問題は切実ですね。高い家賃を払っているのに部屋は狭いことが多いですから。私の今の部屋ももう少し広かったらなーって毎日思っています。あとは騒音や空気の問題もありますよね。夜でも明るくて車の音が絶えない場所も多いです。そうそう。窓を開けても隣のビルしか見えないということもよくありますし。だからこそ先週末の僕みたいにたまに自然の中に逃げたくなるのかもしれません。確かにずっと都会にいると心が休まる瞬間が少ないような気がします。便利さとお金、そしてストレス。都会に住むにはそのバランスをうまく取る必要がありますね。まさにその通りです。だから田舎の生活に憧れる人の気持ちもすごくよくわかります。では今度は田舎の良さについて見ていきましょうか。田舎の最大の魅力は何といっても豊かな自然とゆったりとした時間ですよね。ええ。空気がきれいで季節の移り変わりを肌で感じられるのは素晴らしいことです。朝起きて窓を開けた時に鳥の鳴き声が聞こえたり、綺麗な景色が見えたりする生活、憧れます。いいですね。それに都会と比べると同じ家賃でもずっと広い家に住むことができます。庭付きの一軒家に住んで自分で野菜を育てる家庭菜園を楽しむ人も増えていますよね。
最近はリモートワークが普及したおかげで、都会を離れて田舎に移住する人も多いみたいです。インターネットさえあれば仕事ができるなら、わざわざ家賃の高い都会に住む必要はないですもんね。その通りです。満員電車に乗る必要もないし、人間関係のストレスも減るかもしれません。あと、地域のつながりが強いのも田舎の特徴ですよね。ご近所さん同士で挨拶をしたり、野菜をお裾分けしたり、温かい交流があります。都会だと、隣の部屋に誰が住んでいるかも知らないことが普通ですからね。人の温かさを感じながら、自分のペースで生活できるのが、田舎のスローライフの魅力ですね。聞いているだけで、なんだか今すぐ田舎に引っ越したくなってきましたよ。まだ結論を出すのは早いですよ。田舎には田舎の苦労もありますからね。確かに旅行で行くのと実際に住むのとでは全然違いますよね。田舎暮らしの最大のハードルは、やっぱり交通手段だと思います。車がないと生活できない場所が多いですよね。スーパーに行くのも病院に行くのも車が必要。そうです。ガソリン代や車の維持費がかかるので、家賃が安くても生活費は意外とかかるかもしれません。私は車の運転があまり得意じゃないので、毎日運転しなければならない生活は少し不安です。運転が苦手な人にとっては大きなストレスになる可能性がありますね。それに買い物の選択肢も都会に比べると少ないですよね。近くに大きなショッピングモールがないとか、流行りのカフェがないというのはよくあることです。ネットショッピングである程度は解決できますけど、直接見て買いたいものもありますし。もう一つ、自然が豊かということは虫が多いということでもあります。ああ、それは私にとって一番のマイナスポイントかもしれません。虫は本当に苦手なんです。夏になると見たこともないような大きな虫が家の中に入ってくることもありますからね。想像しただけで鳥肌が立ちました。あとは、さっき地域のつながりが強いと言いましたが、それが逆に面倒だと感じる人もいます。なるほど。地域の行事に参加しなければならなかったり、プライバシーが守られにくかったりするんですね。ええ。都会の干渉されない気楽さに慣れていると、少し窮屈に感じるかもしれません。都会も田舎もどちらも一長一短で選ぶのが難しいですね。そういう人たちの間で、最近、都会田舎という言葉が流行っているのを知っていますか？都会田舎。都会と田舎が合体した言葉ですか？その通りです。都会すぎず田舎すぎない、ちょうどいい郊外のことです。なるほど。具体的にはどんな環境なんですか？例えば、電車で30分から1時間くらいで都心に出られるけど、家の周りには畑や公園があるような場所ですね。それなら週末は都会に遊びに行けるし、普段は静かな環境で生活できますね。はい。近くにスーパーやコンビニもあるので、車がなくてもなんとかなる場合が多いです。それは魅力的ですね。都会の便利さと田舎の自然、いいとこ取りじゃないですか。だから今、子育てをする家族や、バランスを求める若い世代に人気なんですよ。私も将来住むならそういう場所がいいなと強く思いました。完全に都会の真ん中に住む必要はないけれど、山奥に住む勇気もないという人にぴったりですよね。ええ、リモートワークが週に何日かある人なら毎日の通勤を気にしなくていいから最高の選択肢ですね。ライフスタイルに合わせて住む場所を選ぶという現代らしい考え方だと思います。日本にはそういう都会中と呼ばれるエリアがたくさんあるので探すのも楽しそうです。さて、いろいろ話し合ってきましたが、ゆいさんは今の時点でどこに住むのが正解だと思いますか？そうですね。今の自分のライフスタイルを考えると、まだ都会に住みたい気持ちが強いです。やっぱり便利さは手放せないですか？はい。仕事の機会も多いですし、
いろいろな人と出会える都会の刺激が今の私には必要かなって思います。年代や状況によって正解は変わりますからね。それはとても自然な考えだと思います。アキラさんはどうですか？やっぱり自然の多い場所に行きたいですか？僕はさっき紹介した都会中に少しずつ惹かれています。いいですね。都会の便利さをキープしつつ、心にゆとりを持てる生活。ええ。年齢を重ねて少しずつ自分のペースで仕事をしたいと思うようになったからかもしれません。都会も田舎も、そして都会中も、それぞれに素晴らしい価値がありますよね。結局のところ、自分が何を一番大切にしたいかを考えることが住む場所を決めるヒントになりそうですね。本当にそうですね。自分にとっての優先順位を見極めることが大事なんだと改めて感じました。ということで、今回は都会と田舎、住むならどっちが正解をテーマに話し合いました。皆さんは都会の便利さと田舎の自然、どちらの生活が理想ですか？あるいは日本で住んでみたい憧れの街があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。今日私たちが話した内容の日本語スクリプトはコメント欄の一番上にピン止めしてあります。単語の確認やシャドーイングの練習にぜひ使ってみてください。このエピソードが面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が私たちの励みになります。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。